娘をね嫁に出す雰囲気なんです仲が一緒なのに違う車乗ってるみたいな感覚ですね。いや感じたい。大相撲初場所で4場所ぶり9度目の優勝を果たした横綱照ノ富士関の優勝パレードが始まりました。パレードカーは世界に1台しかない新型センチュリーのオープンカーです。周りの声援に V サインで応えています。手を振って応えています。優勝パレードが始まりました。この優勝パレードが行われる2週間前、新型センチュリーのオープンカーが報道陣に披露されました。見えてまいりました。白いボディの新型センチュリーオープンカーになっております。存在感を放ちながらゆっくりとこちらにやってきています。この初場所以降、どの力士がこのセンチュリーオープンカーに乗って優勝パレードをすることになるんでしょうか。さあ、この初場所からパレードカーがこの新型センチュリーのオープンカーに変わりますけれども、まずその力士の皆さんにとってこのパレードカーっていうものにはどんな思いがあるんでしょうか。このパレードカーに乗るにはですね、幕の内最高優勝しなければ乗れないわけですからね、このパレードカーに乗るっていうのはやっぱり夢のまた夢ですよね。柴田山親方は大関時代も横綱時代も優勝されてますけれども、その時パレードカーに乗ってパレードしている時のどんなお気持ちだったんですか。いや、それはもう最高ですよもう要するに本場所15日間もう終わった後の、もうまたその後のね大イベントですからね、そして私はね杉並に部屋があったもんですから、距離長いんですよ、やっぱり忘れられない思い出ですか。いや、忘れられませんね。高速道路オープンカーの後ろに乗っかってずーっと手を振りながら、もう他の車の人たちはなんだなんだって見ますよね。どんな美味しい最高のスイーツに巡り合うよりも最高の気分ですか。いや、それはもうスイーツ親方スイーツ親方としてっていうよりはですね、もう力士としてはもう最高の名誉です。日本相撲協会のパレードカーとして新たに製作されたのが世界に1台しかない新型センチュリーのオープンカー。優勝パレードで使用するため屋根を取り払い、鉄パイプの囲いをなくし、背もたれ、手すりなどの機能も追加。力士が後ろの座席に乗車しても車体が沈み込まないようサスペンション関係の部品も変更しました。どうですか、ご覧になって。いや、びっくりです。センチュリーっていうのはもう日本の最高級車じゃないですか、もうこの高級感も丸出しって感じです私、現役時代200キロありましたから後ろ力士が2人座って真ん中に後援会長座っても十分な広さがあるんじゃないですか。優勝力士の存在感とこの合うような存在感の車であると。合いますね。これはもう一回ね回しを締めたいぐらいですよそして豊田会長にも伺ってまいります、このオープンカーはご覧になったのは。実は今朝初めてです。初めて。15日ね、戦った勝者のみが乗れる車として、まずこのセンチュリーという車をね選んでいただいたこと、本当に感謝申し上げたいですし、やっぱり相撲といえば国技です、国技でありますし、世界中からやはりこの優勝の力士が優勝パレードをするっていうのはね、世界から僕は注目されてることだと思うんですね、この車と、優勝力士たちが新たな物語を作ってくれるね、最初のスタートになる車っていうのは大変嬉しいと思ってます、ちょっと噂に聞いたんですけれども、この新型センチュリーのオープンカーを作るにあたってその宮城野親方との会話がきっかけになったという。本当はですね、クラウンのオープンカーを用意しておりました。そしたら宮城野親方から「いやセンチュリーじゃないの?」というふうに言われて、急遽ですね、あなたにチーフエンジニアもいますけれどもお願いをしてですね、
普通この車が出た年にオープンカーという車を1台作り上げること、これなかなか難しいことだったと思いますけど、やはりお相撲の盛り上げになるんであればということで、本当にトヨタ自動車も、みんな動いてくれたというふうに思います。この車をねこうやってお披露目できたのに関わった人たちにこの場を借りて感謝申し上げたいなというふうに思ってます。じゃあそのきっかけとなった宮城野親方にもせっかくですからお越しいただきましょうか。宮城野親方がセンチュリーがいいとおっしゃったんですね。そうなんです無理言いまして、クラウンよりもセンチュリーがいいって思ったのはどんな理由からですか？名古屋で優勝した関取がなんでトヨタじゃないんだってなるほど。話でちょっと外車が続いていましたね。そうなんです、でもクラウンではなくてセンチュリーって思ったのは何ですか？やっぱりね、トヨタの一番最高の車を、でもこうやってできてみると改めてこの車の方が良かったなと思いますね。いやちょっと感動しました宮城野親方も見たことなかったですか？ないです。初めて見ました。この存在感っていうのはどうですか？いやもう乗らないっていうのが残念だ乗りたくなるぐらいのやっぱり車にはなっているということですね。いやすごいですね。現役復帰、両力士現役復帰すごいニュースですねそれは。お互い右四つですからすごい世紀の対決が見たくなってしまいます。いやでも本当存在感ありますね。新型センチュリーのオープンカーがどのようにして作られたのか、チーフエンジニアの田中義和さんにお話を聞きました。展開した時にやっぱり厚みある車ってやっぱり本当に存在感があって、いいと思います。すごいな、想像以上にかっこいい。そうですね。この車の本当にデザインがもともと横気象のこういう几帳面というかね、面もこれ着てるんですけど、こういう横気象でしっかり出てますんで、こういうオープンカーにした時にですね、すごくこのベースデザインがより生きる形になってるんだと思います。綺麗ですね。すごい。なんか特にこの車で変えたことあるんですか？いやもう大きいのはやっぱりあれですね、やっぱり後ろですよね。元の車ってこういうハッチバックになってますよね。でハッチバックをブツッと切っただけだったら結局ここがもうなくなっちゃいますんで、でここはまさに一からデザインをし直してくれてます。最後この塗装が終わった状態で車を確認させてもらったんですけども、ちょうどこのキャラクターがですね、左右で大きさが違ったんですね。そこにちょっと私気づいちゃって、でこのまんまで見てわかるものなんですか？すごいでしょ。だからここってですね、先ほどからも話してるようにまさに一からこうデザインし、こんなデザインないんですよ。ハッチバックだと思うんです。ベースの車にないもんですから、ここってある意味一から全部板金から作ってるんで、そこを最後の最終整をするときに彼がですね、やっぱここをどうしてもやっぱりイメージと違うと仕上げたいと。で本当にやっぱりお披露目したいので、なんとか直せないかというお願いをしまして、でそれを最後まで綺麗に作ってくれました。かなりこだわってるんです。そうです。本当にこのどこにお座りいただくかですね、その場所もこの位置もね、そうです。やはり一番全体のバランスがいいところの位置を決めて、この場所を決めてくれてますね。本来なら座席はここですからね。そうです。それがここに来てて、この背もたれも本当にですね、うちの部下のものがいろいろ家具屋さんをですね回って、そうなんですか。この椅子の高さがあったら安心して座れるというところを探してくれたんですね。その家具屋巡りをしていたのが MS 製品企画の石川良樹さん。それ家具屋ですよね。店員さんに声かけられないんですか？もう買わないんですか？ささっと測って写真を撮ってっていう。すごい。センチュリーのオープンカーといえば2019年11月に天皇陛下の即位を披露するパレード祝賀御列の儀で使われた車が記憶に新しいかもしれません。また同じ月にローマ教皇が来日した際に
パレードカーとして使用されたのがパパモビルです。こちらは民衆の歓迎に応えるために全身が見えるオープン仕様となっていて、燃料電池車ミライをベースに製造されました。実は今年誕生したオープンカーがもう一つあるんです。それが新型クラウンのオープンカーです。こちらは2022年9月に発売が開始された新型クラウンのクロスオーバーをベースに作られたオープンカー。クラウンの DNA である革新と挑戦、品格ある上質さが表現されています。そのボディカラーは大人っぽさと個性を兼ね備えたブラックとプレシャスブロンズのバイトーンです。設計するにあたってどこが一番苦労しました？我々量産を作るっていうのは得意なんですけども、今回一品物というところで、金型を作らないものづくりだったりだとか、そういったところに非常に苦労しました。今回新型クラウンのオープンカーは内製、つまりトヨタ内の生産工程で作られました。今回内製にこだわらせていただきましたので、やっぱり企画段階では非常にどうやって作ったらいいんだろうっていうのはありましたけど、やっぱりトヨタの底力っていうのをですね、みんなで協力し合うことによってこういう車ができたかなと思います。今までは重作様からもらった部品を車にするっていうのがメインだったんですけど、部品を自分たちで作る、曲げる、溶接するっていうところから始めていったっていうところが難しかった部分になります。通常の車両にはないところに補強などが入ってましたので、なかなか組み付けには苦労しました。塗装なんですが、我々は普通に塗って普通通りやれば普通通りにできるだろうと思って自信持ってやってたんですけど、実際塗った後に赤外線のスタンドで乾燥させるんですが、熱を超えた直後からですね、ピンホール状の巣穴みたいなのが無数にブワーッともう全面に出まして、それを何度も穴を埋めたり研ぎ直して塗ったりしても結局いたちごっこでまた出てしまうというのを何度も繰り返しまして、最終的には自然乾燥という手を使って仕上げました。そしてこのオープンカー、部品の一部を大型 3D プリンターで製作しているんです。こちらの合計なんですけども、そのオープンじゃないオリジナルのクラウンクロスオーバーからのこういう流麗な流れで作られておりました。で今回カットをするんですけども、そのデザインの意図はそのままにかっこいいオープンカー作りたいというところで、板金で作るところと 3D プリンターをうまく活用して作るところ、そういったところを考えてこだわって作りました。じゃあこの辺 3D プリンターでできたんですか？そうですね。この黒色の部品だとかこの白い部品は、3D プリンターで作ってます。でも綺麗に馴染んでますね。はい、そこは製作ものづくりの部署と一緒に取り組みました。新型センチュリーとクラウンのオープンカーの製造という大きな挑戦をした開発陣。そこにはトヨタとしてどんな狙いがあるんでしょうか。トヨタでオープンカーが2台並んでるっていうのはもうかなり珍しい光景だなと思うんですけど。そうですね、オープンカーっていうのは技術的にもそれからものづくりの技能的にも正直非常に難しいアイデアなんですね。1台のみならずしかも2台ですよ。そうですね、どうも我々の開発陣ですね、普通の車を作るとその車の屋根を切りたがる癖がありますそうなんですか。ただこれは本当にやはりアメリカだとか見ていただくとオープンカーがたくさん走っている世界ありますよね。ああいうのに憧れを持っているというのは事実です。ですから屋根を切って風を感じながら走りたいという、DNA がどっかにあるのかもしれません。クラウンはどういうところで使っていこうと。でクラウンはですね、各歴代モデルもこういうオープンカーを作らせていただいてさまざまなイベントへの貸し出しという形でお使いいただいております。例えば何らかのスポーツイベントの優勝パレードだとか、それからプロ野球の世界でもお使いいただいたという歴史があります。ただそれを見た人では
買いたい人出てくるんじゃないですか。そうですよね。どうですか1台。この形はもう不可能すぎるんですけど、でもやっぱりかっこいいじゃないですか。単純にもともとのこれデザインがやっぱりいいところがあると思うんですよね。通常のですね、こういうオープンカーっていうのは専用で2ドアに変えてみたり、それから屋根が自動開閉するような形があるんですけど、このセンチュリークラウンはそのままの4枚ドアという構成のままやってるんですね。できればリアルな道でまさにこの車を鍛えて技能と技術の伝承をさらに進化していると。車のデザインにはどのような思いが込められているんでしょうか。オープンカーにするときにデザインもやっぱり変えたりするんですか。Oh yeah. I mean, for an open car, the most essential thing is it to look sleek, to look beautiful. But there's one really important thing that differentiates it from a regular car. You can see the people. So, the people who are sitting in there, or in this case, riding in the back, they're part of the design. So it's really, really important. The other thing is that when we, make this from an original vehicle, in the case of the Crown and in the Century, it's got to look like it's natural. That it's not been just a cut top off, and that's it. It's got to look like it's really meant to be like that. What we call the kichomen, so this surface that runs all the way around the car, it's so clear. So obviously we want the belt line to come through here, absolutely no disruption here, and then just all the way clean out of the back of the car. And this is so important, so simple. So in years gone by, we've done this before, and often you can see a little bit left here, a little bit left here. But Nakajima-san, Tanaka-san, they insist that we get this beauty. 失礼します。Oh, hold on a second. ない。Just take that out. はあ、こんな感じなんだ。So I think, when you come to an open car, the most important thing, in some ways, it's almost going back to the origin. You ride the horse, you feel the wind in your hair. Yeah. So I think for people, that exhilaration, that feeling of movement, the feeling of motion, is so important. And I think in a lot of ways, that's what, Akio-san also understands, respects, and that's the reason for these cars still being, popular and alive today, is that they really, really do showcase, the enjoyment of movement, Yeah. なんか違う車みたい。Yeah. なんか入ると中が一緒なのに違う車乗ってるみたいな感覚ですね。Yeah. This is all of this. 感じたい。ね。今後どこでこの車が走り始めるんでしょうか。楽しみですね。さらに今回新型センチュリーのオープンカーの開発メンバーにもお話を伺いました。技術的にはどんなところが難しかったんですか。歴代のクラウンとセンチュリーも弊社の方でやらさせていただいてたんですけども、オープンカー作りをね。そうですね、はい、全て FR タイプのボディの方でした。で今回は FF タイプのボディとなりますので、過去の知見だったりも生かしつつなんですけども、新しくシミュレーションをしたりですね、評価ももう一度やり直したりとやってですね、最終的に補強ポイントを決めて最後に仕上げをしました。他にここが難しかったっていうところありますか。そうですね、いろんなところ難しかったんですけど、一つは立て付けですね。ルーフを切ってでいろんなところ補強してますので、どうしてもボディ側に歪みだったりよじれっていうのが出てしまうんです。でその状態でドアだとかフェンダーまたトランクを組み付けてしまうと、また面が出てなかったり、センチュリーの生命線であるキャラクターラインが1本通っていなかったりっていうふうになってしまいますので、そこをどうやって合わせていくかということを、検討しながら組むっていうのが非常に苦労しました。もともとハッチバックでバックドアがない仕様にしないといけないので、じゃあどうしようかって言った時に、新たに新設したパネルともともとあるセンチュリーの腰下の部分を溶接でつなげて、そこをパテでスムージングして、あとはもうライト周りとかその辺の立て付けを合わせるのがものすごく苦労しました。では改めまして、その新型センチュリーのオープンカーいかがですか親方。
重厚感もある。重厚感。運転もされたり運転します。そうなんですね。大型トラックの免許も持ってます。あれそうなんですか。すごい。運転はもう小学校3年生の時からもうトラクターに乗せられてました。十勝で。そう。乗れって言われて。しっかりしてます。でこの袴とかで羽織袴だとわさわさしてるんですよ。だからここが広いとすごく乗りやすいのと使いやすいし、ここがね段差があるし、これなんですよ。前はここに乗っかってたんですよ。だからアクセル踏むの危ない高速そうなんですよ。ここがあるだけで全然問題ないです。しっかりです。これだけ上がるから。もうこれってSB の全部素材がそう全部同じく座る。まあでも乗れるっちゃ乗れるね。そうですか。運転もちょっとしてみたくなります。多分 SUV って自分が乗る車ですよね。そう、はい、自分で運転してもいい。いい車なんです。後ろに乗ってもいいし、ここにね、運転をしてもいい。僕マスタードライバーであり、マスターパッセンジャーで。いやー、やっぱり横綱とあれだとハンドルがちっちゃく見えるね。そして2人の親方が後部座席に座ってみると気持ちいいですね、親方。現役に戻った感じで気分は優勝。気分は優勝力士。いや本当にいい表情されてますね。いやいいですね、これね。眺めもいいしね。もうこんだけ高ければお客さんもね、後ろにお客さんも見やすいんじゃないですか。見やすいですよ。人混みのね。そうですね。今までいろんなオープンカーに乗って優勝パレードされてきましたけれども、それとも新型センチュリー全く違う乗り心地ですか？全然違いますね。まあ自分の中は45回優勝しましたけど、まあその雨の日とかね、コロナの中でも乗らない時期もあったんですけど、もう40回近くは乗ったと思うんですけどね。この車にセンチュリーね、乗ってたらもう少し増えたんじゃないかという。優勝がさらに増えたかもしれない。という気持ちで、乗っておりました。なるほど。で先ほどもおっしゃってましたけど、柴田山親方パレードの時に車の背が高いですから。もうたくさんのね沿道のその応援していただいているお客様にもね、本当に高いところから要するに遠くの方までね、こう見えると思いますよ。あれだけ多くの方が沿道にいてもやっぱり一人一人の顔は見えるものですか？見えます。まあ土俵に上がってても見えますけどね。そうなんですね。土俵に上がってる時って意外と自分お客さんの顔見えるんですよ。相手に対する緊張感はものすごいありますけども、意外と周りのお客さんはあそこで誰が見てるなって分かるんですよ。それはでも横綱になるぐらいの方じゃないとその領域には達しないんじゃないですか？見えるですよ。ねえ、ラリーカーに乗ってる時の森蔵選手と同じような感覚なんですかね？今そう思って聞いておりました。やっぱりドライバーの目線でいくとね、いろんな道、見えない道、それとサーキットで相当高速で走る時、そんな時やっぱり結構見えてます。ですからやっぱり見えてるからこそ究極の安全運転ができるんであって、やっぱりこれから勝負に臨むね、しかも1対1の勝負です。しかも土俵というね、限られた場所の中での中でそれを望むときにやはりその周りがね、見えてる、だからこそ自分自身が見えてる、それが感動の取り組みにつながるんだろうなと思って今聞いておりました。しかも周りの方の顔が見えて応援してくれてるっていうのを実感できるとより自分の力が出せたりして
そうやって応援してくれてる方々の顔も見えるし、呼び上げられた後に、懸賞の旗の数でもまたね力の加減が違ってきますよね。なるほどね。多分ね横綱大関と当たる相手の力士なんていうのはそれ見てまた燃えるっていうのもありますから、私も下の頃が上がっていく時そうでした。今日随分ついてるなと、今日横綱倒さなきゃっていうね、やっぱりそういう気持ちになったもんですよ。新型センチュリーのオープンカーが製作された背景にはもう一つ大きな理由がありました。日本相撲協会は2025年で100周年を迎えます。それを記念して1世紀という社名を持つセンチュリーが選ばれたのです。しかも日本相撲協会が100周年でセンチュリーっていうのを初めて僕知りました。明夫さんもねお聞きになっていかがですか？いやもうこれなんかの縁というかねいうものを感じますね。そのセンチュリー自体がその名前に表すように、豊田佐吉生誕100年を記念してセンチュリーという名でそういう車を作った。そして、この相撲というね国技が、こうして100年目を迎える時に、ちょうどこの車がねデビューした。これは何か見えない力を感じるなというふうに思いますね。この新型センチュリーになってテーマは継承と進化だとおっしゃっていました。同じように相撲もちょっと調べてみたらやっぱり伝統は大事にしながらも土俵の大きさがちょっと大きくなったり仕切り線をつけてみたりってどんどん進化もしてきているんですよね。そうですね。大相撲もですね、基本的なそのルールは変わりませんけども、もう昔は四本柱が立ってて今はつり輪になって、そしてこの四方に房がついてますけどもね、で昔は要するに角々の土俵の上に審判が座ってた時代もあったわけですよね。その審判は今下に座ってますしね。そして際どい相撲はビデオで全部判定するわけじゃないんですけど、ビデオはあくまでも参考資料として一番最初に導入したのはこのスポーツ界でも大相撲が最初なんですよね。もう本当に時代の流れに沿ってですね、大相撲も伝統と文化格式があるんですけども、少しずつ現代社会にのっとった進化も遂げているということです。宮城野親方も継承と進化共通点感じていらっしゃいますか？そうですね。100年っていうのはね、なかなか、長いものがありますし、やっぱり技術に技術で重なって、で我々も稽古に稽古ですからね。それがやっぱりこの一つになってそのオープンカーがこうやって実現されましたし、私が現役の頃もそうですけど、今はやっぱり師匠として弟子たちに言ってるのはやっぱり形を持って形の断るなと、これができるのが名人である達人なんです。センチュリーも正一郎さんが乗っていたのを明夫さんが乗るように変わりました。このどんどんこの乗る人も移り変わっていく、こちらも共通としてそれはね、今さっき型って言ってましたけど、長年センチュリーのセダンっていうのは私の父のね名誉会長が、ずっとその、車作りの自分のセンサーとして乗ってた車でした。ですから私にとってはあれは名誉会長の車でしょという感覚がずっとあったんですが、3、4年前この車のね企画が始まる時に私が乗れるセンチュリーを作ってみようよとって言った時に、やっぱりセンチュリーとして守らなきゃいけないものっていうのは何なのか、それがまさしく型だし、ある面型破り、そういうね高級車はセダンでしょというものから、こういう形という型破りをしたけれども、やっぱりセンチュリーはセンチュリーということにつながるのかなというふうにも思ってます。今日僕一貫してね思っておりましたのは、娘をね嫁に出す雰囲気なんです。娘がついにね、相撲協会に嫁いだなと、そうした時にやっぱりどんな方が旦那様でもいいんですけど、娘が選ぶわけだから、そしてその旦那様は15日の戦いをね、勝ち抜いてきた、今一番強いお相撲さんなんで、ですからその方がねしっかりと本当により目立ってもらうね、尽力がうちの娘がやってくれたら本当にありがたいことはないなというふうに思ってます。そして1月28日初場所の優勝力士を乗せたセンチュリーのオープンカーは優勝パレードで
華々しいデビューを飾りました。